俺の自動化スクリプトを危険と削除した上司が手作業地獄で崩壊した結果、スクリプトは危険だ。全部手作業でやれ。自動化否定とか時代錯誤すぎ。これは自動化を完璧に構築したインフラエンジニアの話。俺は25歳のインフラエンジニア。中堅 SER で働いて3年目になる。俺の仕事はサーバーやインフラの管理、デプロイ、バックアップ、監視、セキュリティスキャンなど。入社当時、これらは全て手作業だった。毎日深夜まで残業、休日も呼び出され、手作業ミスで障害が起きることもしばしば。これじゃダメだと思って Python で自動化ツールを開発した。デプロイは完全自動化、バックアップも毎日自動実行、監視も異常検知したら自動でアラート、セキュリティスキャンも瞬時で自動実行して脆弱性チェック、ログの集計も全自動、レポートも自動生成、エラーが出たら自動でスラックに通知、緊急度に応じて電話やメールでもアラート。結果チーム全体の作業時間が10分の1になった。残業もほぼゼロ、休日出勤もなくなった。手作業ミスもゼロになり、障害も激減。一致すごいな。本当に楽になった。チームのみんなも喜んでくれた。定時で帰れるようになったし、プライベートの時間も増えた。これは素晴らしい。自動化の鏡やな。優秀なエンジニアじゃん。上司や同僚からも評価が高くて、ボーナスも満額もらえた。いい環境だったんだな。自動化って大事だよね。エンジニアの鏡だ。このまま順調にキャリアを積めると思っていた。しかし3ヶ月前に新任の部長が赴任してきた。新任の部長だ。よろしく頼む。よろしくお願いします。この部長、50代で管理職上がり、もともとは営業部門の出身。エンジニア経験はゼロ。技術的なことは全く分かっていなかった。ところで君たちは毎日何をしているんだ？サーバーの管理やデプロイ、監視などです。それなのになぜ定時で帰れるんだ？前の部署では夜遅くまで残業が当たり前だったが。自動化スクリプトで全て自動化しているからです。手作業でやると数時間かかることも、スクリプトなら数分で完了します。スクリプト、それは何だ？ Python で書いた自動化プログラムです。デプロイやバックアップを自動で実行してくれます。 Python、それは何だ？ヘビか？プログラミング言語の一つです。勝手にプログラムを動かしているのか？前の上司には許可を得ています。そんなスクリプトは危険だ。ブラックボックスで何をやっているかわからん。いえ、ソースコードは全て管理していますし、レビューも受けています。安全性は確認済みです。テストコードもありますし、ドキュメントも完備しています。そんなことはどうでもいい。俺はスクリプトなんて信用できん。全部手作業でやれ。手作業ですか？それは非効率すぎます。効率なんてどうでもいい。安全性が最優先だ。今すぐスクリプトを全て削除しろ。でも手作業に戻すと作業時間が10倍になります。残業も深夜までになりますよ。残業が嫌ならやめろ。いいから今すぐ削除しろ。しかしこれまでの実績があります。このツールで作業効率が10倍になりました。効率より安全性が大事だ。安全性も確認済みです。テストも通っています。そんなことは信用できん。今すぐ削除だ。これはひどい。技術を理解してない上司の典型。自動化否定とか時代錯誤すぎる。仕方ない。従うしかないか。俺はしぶしぶ自動化スクリプトを全て削除した。ただし念のためバックアップは取っておいた。よし、これで安全になった。これからは全て手作業でやれ。半年かけて作り上げたシステムが一瞬で無駄になった。でもバックアップだけは取っておいた。個人のクラウドストレージに密かに保存した。こうして俺たちの地獄が始まった。手作業に戻ってから地獄のような日々が始まった。朝8時に出社して夜11時までずっと作業。それでも作業が終わらない。毎日のデプロイ作業だけで2時間かかる。設定ファイルの確認、テスト、デプロイ、全部手作業でやると本当に時間がかかる。自動化では5分で終わっていたのに、バックアップも手動で実行して確認も手作業。これだけで毎日1時間以上。
しも画面を常に見ておかないといけない。自動アラートがないから異常に気づくのが遅れる。もう限界です。毎日深夜まで残業。俺もだ。自動化スクリプトがあった頃が懐かしい。あの頃は定時で帰れたのに、今は毎日終電ギリギリ。休日も呼び出されることが増えた。土日も監視画面をチェックしないといけない。さらに悪いことに手作業ミスが連発するようになった。疲労で集中力が続かない。夜遅くまで作業するとどうしてもミスが出る。コマンド入力ミス、ファイル選択ミス、些細なミスが重大なインシデントにつながる。ある日デプロイ時に設定ファイルを間違えてしまった。本番環境用と開発環境用を取り違えた。自動化スクリプトなら環境ごとに自動で切り替わったのに、手作業だとこういうヒューマンエラーが起きる。システムが30分ほど停止してしまった。何をやっているんだ。ミスするな。すみません。でも自動化していればこんなミスは。まだスクリプトの話か。お前の責任だ。これは理不尽。手作業を強制してミスを責めるとか最低。そして2週間後、同僚が退職すると言い出した。もう無理です。毎日午前2時まで残業。休日も呼び出されるし、体が持たない。先月は休みが1日もなかった。睡眠時間も平均4時間くらい。わかる。俺も同じだ。このままじゃ過労で倒れる。健康診断でも引っかかった。血圧も上がってるし、ストレスで胃も痛い。俺も最近体調が悪い。そう思った俺は転職活動を始めることにした。自動化スクリプトの実績をポートフォリオにまとめて転職サイトに登録した。するとなんと3日後に外資系クラウド企業から連絡が来た。ポートフォリオを拝見しました。自動化の実績が素晴らしいですね。ぜひ弊社で働いていただきたい。弊社はインフラ自動化を重視しています。あなたのようなエンジニアが求めている人材です。本当ですか。ありがとうございます。年収は現在の 1.5 倍を提示させていただきます。フルリモート勤務も可能です。それはすごい。ぜひお願いします。おう、良いオファーだ。年収 1.5 倍とかすごい。自動化スキルが評価されたんだな。こうして俺は退職を決意した。翌日部長に退職を伝えに行った。部長、退職させていただきます。何？退職だと？はい、他社から良いオファーをいただきました。今辞められたら困る。引き継ぎ資料は作成します。手作業の手順書も全て残します。まあいい。お前みたいなやつは必要ない。代わりなんていくらでもいる。そうですか。では退職日まで引き継ぎを進めます。俺は丁寧に引き継ぎ資料を作成した。デプロイの手順、バックアップの手順、監視の手順、全て詳細に記載した。ただし自動化スクリプトのことは一切書かなかった。部長が削除しろと言ったからな。俺は無事に退職し、新しい会社で働き始めた。新しい会社は最高だった。フルリモート、残業なし、年収 1.5 倍、そして何より自動化が推奨される環境。毎日が楽しくて仕方なかった。よかったな。転職成功おめでとう。そんなある日、元同僚から連絡が来た。一気、大変なことになってる。どうした？何があった？昨日、本番環境のデプロイでミスがあって、顧客のシステムが2時間も停止したんだ。EC サイトのピーク時間帯だったから被害が甚大で、顧客から損害賠償を請求されてる。2時間も？それはまずいな。それだけじゃないんだ。手作業でバックアップを取っていたんだけど、ミスで最新のバックアップが壊れてたんだ。バックアップが壊れてた。ああ、復旧に時間がかかって、さらに問題が悪化した。自動バックアップ検証があれば防げたのに。そうなんだよ。本当にその通りだ。手作業だからバックアップのチェックも漏れてた。顧客から損害賠償5000万円を請求されている。5000万円？やばすぎる。自動化スクリプトがあればこんなことには。それだけじゃない。もう限界だって。みんな辞めていってる。先月3人辞めて、今月も2人が退職届を出した。残ったメンバーも士気が低い。新しく入った人もすぐ辞める。先週は行った新人も1週間で辞めた。こんな環境じゃ人が定着しない。手作業が多すぎて誰も続かない。そうか、やっぱりな。
それでさ、部長が一致に戻ってきてほしいって。今さら自動化スクリプトを復活させてほしいって。あれだけ危険だって言ってたのにな。ざまあ、手のひら返しすぎる。その日の夜、部長から直接電話が来た。頼む、戻ってきてくれ。お断りします。給料を2倍出す。いや3倍でもいい。今の会社の方が給料高いんで、それに自動化が推奨される環境ですから。あの時は間違っていた。謝る。自動化スクリプトは素晴らしかった。お前がいなくなってから毎日がめちゃくちゃだ。このままじゃ会社が潰れる。あれだけ危険だって言ってたのに、手作業の方が安全だって言ってましたよね。俺が無知だった。頼む、助けてくれ。じゃあコンサルとして来てほしいなら1日100万円で考えますよ。1日100万円だとそんな金額は出せない。じゃあ無理ですね。それにあなたは俺のことを必要ないって言いましたよね。代わりなんていくらでもいるって。あれはすまなかった。その代わりを雇って何とかしてください。それでは失礼します。待ってくれ、頼む。俺は電話を切った。完璧な対応だ。これぞスカッと。主の勝ちだな。その後も何度か連絡が来たが全て無視した。俺には関係ない話だからな。俺は新しい会社で自動化ツールを一から作り直すことにした。前の会社で作ったものよりさらに強力なツールをテラフォーム、アンシブル、クバーネテスと統合して GitHub アクションズでのデプロイの自動化、完璧な CI/CD パイプラインを構築した。コード品質チェック、自動テスト、デプロイ、全てが自動化されている。そしてこのツールをオープンソースとして公開することにした。 GitHub に公開してドキュメントも丁寧に変えた。使い方の動画も設定して YouTube にアップした。 Reddit やハッカーニュースでも紹介した。するとわずか1週間で GitHub スターが1000を超えた。1ヶ月後には5000、3ヶ月後には2万スターを達成。世界中のエンジニアから注目を浴びるツールになった。 GitHub のトレンドランキングで1位になった。多くの企業が導入してくれた。スタートアップから大企業までさまざまな規模の会社で使われている。コントリビューターも世界中から集まった。アメリカ、ヨーロッパ、アジア各国からプルリクエストが毎日のように来る。すごい。2万スター。これは伝説になるやつ。 OSS 界の星だ。技術ブログでも自動化の重要性について発信を始めた。週に3本の記事を投稿した。どの記事も数千のいいねをもらった。なぜ自動化が必要なのか。手作業がもたらすリスク。こういった記事が大きな反響を呼んだ。そしてある日、海外の技術カンファレンスから登壇依頼が来た。ウェブオフィスサミット、世界最大級のカンファレンスだ。もちろん喜んで受けた。カンファレンスでは俺の自動化ツールが大絶賛された。参加者は世界中から5000人以上。俺のセッションは満席で立ち見も出た。発表後の質疑応答も盛り上がった。ウェブオフィスオートメーションフェロー優勝までいただいた。おめでとう。世界的に有名になったんだね。無視もすぎ。新しい会社でもシニアエンジニアに昇進。年収ハモトの会社の 1.8 倍になった。フルリモート、残業なし、最高の環境で働いている。一方この会社はどうなったか。元同僚から聞いた話によると、顧客への損害賠償5000万円を全額支払ったらしい。さらに外部のコンサルティング会社を雇って自動化システムを一から構築してもらったそうだ。コンサル費用だけで3000万円以上。俺が作ったシステムなら無料だったのに、それでいて昨日はどうとそれ以下だって。自動化システムを再構築したそうだ。その費用が数千万円とかったらしい。ざまあ、最初から自動化認めてればこんなことになる。部長は責任を追及されて降格。講師者に派遣されたそうだ。役職の部長から部長代理に降格。給料も大幅ダウンしたらしい。チームメンバーも次々と退職。プロジェクトは完全に崩壊したらしい。新規の案件も受けられない状態だそうだ。既存の顧客に次々と離れていっているらしい。会社の
しない人とは一緒に働けない。自動化を否定する人とは一緒に働けない。今の環境は最高だ。自動化が評価され、技術が尊重される。こういう環境で働けることが何より幸せだ。毎日が充実している。仕事も楽しいし、プライベートも充実。あの時転職して本当に良かった。人生逆転だな。素晴らしい結末。牛おめでとう。動画俺の話だ。最後まで読んでくれてありがとう。お疲れ様。西駅。面白かったわ。スカッとしたぜ。西の大勝利だな。自動化万歳。また面白い話聞かせてくれ。西の今後の活躍に期待。